Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回は過去の霊式に挑戦したいけど断られた挑む方法を解説しますというテーマでお送りします。今回質問相談いただいているんで読み上げます。キャプテン虎次郎さん、こんにちは。先日漆黒の霊式にチャレンジしたくて FC メンツに漆黒霊式のマウントを手に入れて皆さんと一緒にエオルゼを駆け巡りたいです。どうかお手伝いしていただけませんか？もちろん予習や木人割りなどスキル回しの勉強もたくさんしますとお願いしたら、霊式は固定じゃないとできない、君は固定メンバーじゃないから他を当たってと突っぱねられました。5区の時はすごくにこやかに対応してくださったのですが、霊式になった途端急に対応が冷たくなり、その後も声をかけても反応すらしてもらえず、 FC の中で孤立状態となりました。野良で募集しても集まらないどころか、旬が過ぎてるからやる気が起きないとテルが飛んでくるので、霊式イコール初心者は足を踏み入れてはいけない領域と思ってしまい、すっかりやる気がなくなってしまいました。それまでのグレンや蒼天の霊式は友人らが声をかけてくれてチャレンジしていました。今は何人かがコロナの感染により療養中なので、もちろん無理をさせるつもりは毛頭ありません。友人らを待つか、FC メンツにもう一度頭を下げてお願いをするか、今とても悩んでいます。パーティー募集は怖くてもうコリゴリです。他にもいろんな案はあると思いますが、私の考えがこの2択しかなくて別案が思いつきません。どうしたらいいのかっていうね、部分がちょっとなかったんですけど、最初にコロナの療養中の、フレンドさん大事にしてくださいということで、まず過去の霊式に行くのに制限解除かガチで行くかで難易度が段違いに変わります。で、ガチで行くならそれなりに時間がかかるので、質問を見る限り FC メンバーの中ですでに固定パーティーができているのであれば、現行の霊式に挑戦されていると思うので、さらにまとまった時間を取るのが大変かと思います。霊式は固定でないといけないっていうことはないんですけども、過去のコンテンツとなると、そもそもユーザー全体の中でも行きたい人は少ないので、フリーカンパニーの中にはもっといないと思います。で、それと5区の時は来てくれたのにって話ですが、5区くらいなら何回か行けばクリアできるので、負担が少ないっていうのと、質問者自身が木人割りやスキル回しも勉強しますと、まだこれから準備する段階なので、すでに5区に行く時にほとんど結果が出ておらず、改善の見込みがね正直なかったから、さらに難易度の高い霊式は厳しいだろうと思って断られた可能性もあります。で、パーティー募集がダメだから友人を待つか、フリーカンパニーのメンバーに頭を下げてお願いするか、この2択しかないということですが、方法は他にいくらでもあります。で、フリーカンパニーではそもそも募集したところでガチ攻略であれば、もう人は来ないと思うんで、一応参加したい人がいないかだけ声かけをしておいて、ないのを確認してから別の募集方法に移りましょう。療養中のフレンドを待つか否かは質問者さんの自由なんで、好きにしなっていう話なんですけども、どうしても攻略したいのであればフレンドに攻略する旨を伝えて新たに募集しましょう。ひとまず攻略してマウントが欲しいということなので、今回はこの質問者の悩みをベースに過去の霊式コンテンツなどに挑む方法を解説します。そこで今回お話しするテーマはこちら。制限解除かどうかで変わる。パーティー募集は基本来ない。コミュニティファインダーを活用しよう。 SNS を活用しよう。根気よく募集しよう。この5つのテーマでお送りします。1つ目、制限解除かどうかで変わるっていうことで、まず過去の霊式コンテンツであれば現行のタイトル以外は制限解除といって、レベルギャップや装備のアイテムレベルシンクを無視して挑戦することができます。これを設定するかどうかで難易度や、攻略する時間が劇的に変わるので、そもそもの目的がマウントの取得なら制限解除でサクッとクリアして獲得するのが楽で早いですし、多くの人は過去の霊式に挑む場合マウントの取得が目的なので、当然できるだけ楽に取ってしまいたいわけです。今回の質問を見る限りではガチでの攻略っぽいので、そうなると準備するものが多くなり、攻略にも時間がかかるし、取れる装備も現行では使えないので、ミラプリ用か、絶用になるのでメリットがそこまでありません。となるとガチで行くよりも解除で行く方がいいっていう人が大多数なので、ここで募集の難易度が分かれます。ちなみに過去の霊式コンテンツに制限解除で挑む場合は当チャンネルで、全部攻略動画出してるんで、概要欄にリンク貼っておくので参考にしてください。ちなみに補足なんですけども、
たまにねお祝いのメッセージいただくことがあって、その中に過去の霊式コンテンツを制限解除で募集した際、なかなか人が来なかったんですけど、パーティー募集の募集文に虎次郎の制限解除の攻略動画を見て予習済みっていう風に書くと、人が来だしたっていうことがあったっぽいので、よかったらそちらもね、使っていただければと思います。2つ目、パーティー募集は基本来ないということで、パーティー募集は募集するとデータセンター間で異なりますが、過去の高難易度となると基本人は来ません。マウント目的の制限解除予習済みとかいう募集であれば、根気よく募集していれば来る可能性はありますが、おそらくガチ攻略で募集されていると思うので、過去のコンテンツをわざわざ今から予習した状態で参加する人はまずいないので、ガチ攻略したいのであればパーティー募集は諦めましょう。3つ目、コミュニティファインダーを活用しようということで、じゃあガチ攻略はもうできないのかというと、一応可能だとは思います。人を集めるためには公式サイトのロードストーンにあるコミュニティファインダーを活用しましょう。ここではいろんなコンテンツやグループの募集ができるので、よくね過去のコンテンツの極や霊式とかバハムートとかあるんですけど、それをガチで攻略しましょうっていう募集が結構あったりするんで、そこで募集してみましょう。その際に攻略するコンテンツ、攻略する目的、どんな人を募集するのか、活動時間や曜日、固定なのかどうかで、ボイスチャットの有無などを書いておくと、見た人も分かりやすくて条件一致した人が参加してくれるでしょう。その際に募集するのはクロスワードリンクシェルでの募集がおすすめです。データセンター間テレポや別サーバーの人も、クロスワードリンクシェルなら渡してゲーム内でも意思疎通が取れるのと、募集する際に使用するツールの選択が楽なので、クロスワードリンクシェルで募集するといいでしょう。4つ目、 SNS を活用しようということで、コミュニティファインダーの募集が完了したら、そこから Twitter へリンクを飛ばすことができるので、 Twitter でも募集を宣伝しましょう。意外とね Twitter からの声かけもあったりするので、するとしないとでは効果が違います。もし自身で Twitter 以外にも使っている SNS があるなら、そちらも活用して同時に募集していくといいでしょう。5つ目、根気よく募集しようということで、過去の霊式コンテンツというだけで現行と比べると攻略するメリットはほぼマウント目的で、たまにおしゃれな装備でミラプリ用に装備ゲットして周回したいという目的の人が多いので、過去の高難易度をガチで攻略したいという変態は全体の中でも少数派になります。でも自分もどっちかっていうと、変態なんで、時間があればですが過去の霊式を加減で攻略してみるっていうのはやってみたいと思ったことはあります。それをやるならね、絶を先に攻略したいとこなんですけども、話を戻すと、少数派の中から人を募集することになるので、募集するには結構時間がかかると思ってもらって、別の作業やコンテンツを遊びながら募集を気長に待つっていうくらいでいいと思います。ただしコミュニティファインダーに攻略したいコンテンツと攻略の目的をしっかりと書いていれば、それにマッチングした人が来やすいっていうのがあるので、もしかしたら想定よりも人が早く集まる場合があります。この手の募集で参加してくれた人は、目的が一致しているので、話もスムーズに進んで楽しく遊べると思うので試してみてください。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。とっとっとっととらとらじろう、とっとっとっととらとらじろう、こんな感じに生きてゆくとらじろうど